こんなんで走れるんだみたいな。そっからもうシャコタンの奥深さみたいな、シャコタンってただ下げてるだけじゃないんだみたいな、美しさだったりバランスだったりトータルで作ってる車っていうのは一味ちげえなみたいな。ただ下げてガチャガチャにやってるようなの俺はダセーなみたいなけどまあかっこいい、それでもかっこいいって言われて SNS とか写真上げるのが面白くなって、自分の車でもこんなに拾ってくれるんだって、いやもう拾われるようにめっちゃ綺麗にかっこよく作ろうみたいなのはあって、走りよりも結構そっち、車はどうやってやればかっこよくできるんだろうみたいな、いろんなかっこいい車だったりいろんな刺激を受けていろんなノウハウを知って、最初に考えてたシャコタンっていうのよりやっぱ奥深いシャコタンにだんだん変わってきて、最終的には大きいベとか出すけどつまんなくなったんですよね。大きいベ出してて、その時富士とかだったんでもうドリフトとかやってるとこ見に行って、楽しそうだなみたいな、いや走りてえなみたいな、やっぱりつって1台目でやっぱ壊れるし、やらなきゃいけないところとか不快なところとかいろいろな細かい面が見えてきて、やるメニューが自分の中で出来上がったみたいな。1台目でこれを作る時にはもうそれをとことんきっちりやってやれればめちゃめちゃ面白い車ができる。いやどうせやるんだったらきっちり下ろしてボディから作りたいなと思ったんで、一回全部下ろしてホッケ類とかも全部外して配線も取っ払ってボディから綺麗にして塗装した感じですね。エンジンルームの色がブルーパープルっていう光の蛍光灯だったり太陽光だったり、それで色味が全然変わってくるんで、普通に夜とかちょっとした街灯の下でエンジンルームを開けて見せても普通の黒と紺にしか見えない感じだけど、直射日光が当たって何この色みたいのがポイントですね。自分の中で頑張ってやりたかったのはこのサージタンクのバフがけですね。ガシャ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 手磨きで何十時間も磨いて、今までいろんなシルビアとかこう綺麗に作ってる人を見て、純正のサージタンクバフがけしてこんな綺麗になるんだっていう衝撃があって、車外のサージタンクが結構エンジンルーム作ると多いんですけど、もうあえて自分は純正の良さそんなにやってやる感出したくなかったんで、もう純正のサージタンクをそのまま使ってますね。スロットルが純正だけど NA スロットル10倍でかいやつ使ってますね。あえて車外使わないで純正を使ってますね。エキマニがシルクロードの3ミリ厚のロングタイプのちょっとかっこいい長いコマル出てるんですけどこれおすすめですね。今はまだ割れてないですけど、タービンが GTRS を今使ってますね。なんでポン付けタービンにしたかって、純正タービンのブーストアップで、基本山だったんで、もうパワー的にはやっぱ十分扱いやすいのは純正タービンだと思ってるんで、別に車外じゃなくても全然いいんですけど、なんで車外にしたかっていうと、もうサウンドですね。バクタールのために
もでかすぎないの入れて普段乗りとか普通にしやすくて、使いやすいタービン、さらにビジュアルで音もいいっていうそれだけのためにタービン入れたようなもんですね。十分この仕様だったら楽しめるんで、タービン保護のために最大 1.1 で走ってますね。セッティング取るときに35エフロ使ってるんですけど、パッと見エフロレスに見えるのがちょっとしたポイントで、裏側に来るようにこれを溶接して下側に隠してあります。純正のコンピューターの書き換えでやってますね。信頼できるんでトラブルが少ないし、エンジンルームきっちりある人っていうのもバッテリー、ヒューズボックスは全部移設して、ここは綺麗にすっきりにする人がほとんどだと思うんですけど、自分はあえて残しましたね。自分で車をメンテナンスしてやっぱトラブルになった時に純正の羽を全部中に引き換えたりして、電装トラブルとかで走れないとかもそれで探るのがやっぱ大変になってきちゃうんで、いろいろな面倒くさいことを考えてもうあえて純正のまんまやってますね。でもバッテリーだけはオーディオのために後ろにきっちり作ろうかなと思ってるタイミングにやろうとしてまだやってなくて、そのまんまここにいるだけですね。SR で結構トラブルになりやすくておすすめなのは、ここにシリコンホースが止まってて断熱材巻いてるとかあるんですけど、そういうところでトラブルになるの嫌だから、ここはアルミ溶接で熱対策はしても全然トラブルなくて、これはおすすめですね。エアコンは絶対にもうストリートカーとして取っ払いたくないので、ガス入れ替えて清掃して、もうきっちり効くように断熱材もがっつり巻いてあります。ここに遮熱板もつけてたんですけど、いろいろ振動とか気になったりとかで、それ周りのいろいろ作ってる人の参考にして、ここら辺の断熱材でとりあえず熱をいかないように、見た目重視もあるんですけど、すっきり見せるために極力きれいに貼ってやってますね。熱処理はチャコールキャニスターがここについてたんですけど、あそこに移設してあります。ここにチャコールキャニスターがいると、いろんなこのバキュームホースがこっちからつながって、だいたいここに3つとか4つとかいて、すっきりしないんで、それがまずすっきりさせたいっていうのもありけり、車検を取るっていうことは絶対想定してるんで、キャニスターはつけましたね。ちゃんといろんなイベントの車両とかエンジンやってる人の参考にして意識を高めて、いろんなボルトとかもキャップボルトにしたりとか、綺麗になくしてったりとか、配線とか綺麗にやってるけど、やっぱ自分でやってるからノウハウがなかったりとかで結構中途半端だったりとかで、まだ6割7割ぐらいしか自分の中では完成はしてないんで、改善してったり少しずつやっていけばいいかなぐらいですかね。イベントのために車を作ってるってよりも、もう休みの日に車を少しずつ作って楽しむみたいなスタンスが俺は好きなんで、コツ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 やってますね。これはボディカラーはこれは結構こだわってるというよりも、かなりマニアックな選択してるんですけど、定番のガンメタだと32のガンメタだったり、その辺かながみんなが知ってると思うんですけど、これは国産車の純正色にしてます。特殊な色だとまた直したりとか塗ったりするときに色合わせるのがめんどくさいんで、メーカーが三菱ランサーエボリューションの 8GSR っていう基本的なライブのグレードには選択できないというかないカラーなんですよね。その中の MR っていうグレードにしかないミディアムパープリッシュグレーマイカっていう色を使ってます。
なんでそんなマニアな色をわざわざ選択してるかっていうと、高校ぐらいから結構ランエボが好きで、いろんなの好きなんですけど、特に親友がランエボ好きでかなりのマニアで、そこからちょっと知識が増えて、つくば2000でアタックしてる有名なサイバーエボの中にストレートバージョンっていうボルテックスのフレアロで作られたそのデモ車がこの色してて、もうそれがかっこよすぎて、しかも MR にしかないっていうのだけ知ってて、この色めっちゃかっこいいっていうのがあって、もう1台目の時に黒から赤にする時にはこれか赤っていうのはイベントとか出た時に赤映えるわーっていうので赤にしたんですけど、もうそれもソリッド R35 のソリッドだ。それもちょっとこだわって色は選択したけど、赤にしてた時は良かったけど、次はもう絶対これだなっていう、結構渋めの黒系とかの方が好きなんで、そういう方が結構飽きないというか、バーンって目立つっていうよりもさりげなく渋い感じで乗ってる方がいいかなっていう流れで、もうこれはかなり気に入ってますね。でもこれは自分とかもお世話になっているところで一緒に塗ったりして、プロが塗ったわけじゃないんで、結構肌とか失敗してるとかあるんですけど、それはもう気にしたらもうコストダウンというか安くやろうとして作ったんで、それはおいおいやれる時に時間かけてリペアしたりとかもリペアするところだらけでボロいんですけど、一気にやれる時間を使っておいおいやっていこうかなみたいな、走ってたらどんどんボロくなる一方なんですけど、昔は1万円ぐらい、1万ちょっとぐらいで売ってたクリアレンズ、今じゃもう 3,4 万ぐらいするレンズなんですけど、このレンズがめちゃめちゃやっぱり印象が違いますね。前期のレンズって大体黄色くなっちゃってるんで、黄色くなっちゃってひどくなるとやっぱり古い感じになっちゃって、お顔がちょっと残念な車が多いですよね。結構見た目はおすすめですけど、実際に使ってて自分は今はいいとは思わないですね。光り方が結構綺麗に光ってくれないというか、まだらに光っちゃうんで、それを除いては全然もう見た目がかっこよければ OK って感じで、オプションの純正のグリルなんですかね、ここにシルビアのマークが本当は入ってるらしいんですけど、ついてりゃいいかなっていう。でもこれがシルビアのマークがついてるとめちゃめちゃ今は高いらしいですね何でも高いんですけど今シルビアのやつは。でバンパーが車外のフレアロとかも好きなんですけど、17インチでこれだけ外形落としてこれぐらいの義務ガード面ぐらいまでしてると、もう普段どこでも行くっていう条件で作ってるんで、これじゃなければすぐ破壊しちゃうっていう。純正バンパーそれだけ丈夫なんで、多少吸ったりガシャッとなっても変形するだけなんで、塗装とか割れちゃうんですけど、もうそれだけのためにこいつをつけてますね。昔から丈夫ですね。やっぱり純正は無敵です。そこまでえぐいぐらい低くはないですけど、後ろは本当にドリフトのために食わせたいとか止めたいみたいないう考えで後ろを起こしてるんですけど、もう前の時はやっぱ少なかった時はキャンバーがついてるとすげえって言われたりとか、ちょっとそういう優越感とかもあったりとかであったけど、だんだんもうなんかイベントとか定着してスタンシレーションとかそういうのがもうみんな知れ渡ってキャンバー車が増えてきて、別にすげえ11度ついててももっとすげえのが出てきちゃったりとか、別にそんなに珍しいことじゃなくなっ
ってきたんですよね。で珍しいことじゃなくなってきて、キャンバー11度ついててもキャンバー11度でなんでそんなんで走ってんのっていう感じだったんですけど、それでも走れてたんで、自分の中でフロントが食わない、入りはやっぱり11度なんで全然入ってくれなかったりとか、キャンバー起きてるよりはやっぱ入らないんですけど、もう見た目優先みたいなでやってたけど、もうずーっとやってて、それもやっぱ飽きてきて、本当はキャンバーを起こしたり寝かしたりとかいろいろ試行錯誤してた時に、極力起こして7度ぐらいに起こした時が一番調子が良くて、設置してて入りも良くてっていうのがあったから、7度まで起こしたかったんですよね。で7度まで起こすってなると、純正フェンダーの中で7度起こすと11度から7度になると、もうフロントの迫力だったりキャンバーが起きるから、フロントの車高も上がっちゃったりとかで、とりあえず出せみたいな、ダサいからやっぱ嫌だなってなって、いやどうすればキャンバーを起こしてかっこよく見れるかなっていろいろ考えた結果、フェンダーを出してあげてキャンバーを起こして、後ろも出してあげて、前後のバランスを取ってあげようみたいな。でさらにドアームで伸ばして上を起こして、もう起こし方向にしてあげて、全部走ってやっぱこっちの方がいいなって思ったんで、今はそういう感じですね。アッパー全起こしで、キャスターとかは純正に近いんですけど、特別にめちゃめちゃやってるわけじゃなくて、これもナックルとかも純正で、ナックル純正でテンションロッド入ってて、ストッパーレスでタイロットが当たるぐらい逆関節するかしないかギリギリみたいなで、ずっと乗っちゃってて壊れてないからそれでいいやみたいなノリで、切れ角的にも結構意外と切れてるんで、それで自分の走りの中では満足できるぐらい切れてるからナックル入れようと思ったことあるけど、別にそれで走ってて満足できるからいいやって感じで、いずれ考えていきたいなとは思ってますね。ナックルフロントの足回りが結構適当といえば適当なんで、転がりとかそういうのでアッカーマンとかの関係とかも考えると、やっぱりナックルは入れたいなとか思ったりするけど、普段乗りが多いんで別に何も不満はなく、普通にエンジョイドリフトっていう感じでやってるんで、ナックルは今純正のままで、福岡のショップネオプロジェクトっていうエアロだったりシャボタン系を昔から作ってるお店のフェンダーで、ちょうど鉄板フェンダーを叩いたりいろいろ作ってた時にこれを作るっていう情報が流れてきて、それしかもここに車外フェンダーつけるのはいいんだけど、ダクトがついてるのがやっぱり嫌で、純正のプレスラインがやっぱり後ろから前まで外装が純正だから、プレスラインが生きてるのが良くて、ダクトがついてなくてスッてなってるのが車外感がないからいいなと思って、もうそっちの方が自分が作ってやっぱやるのも大事だけど、もうすぐこれ作ってつけて走れるっていう、走ることしか考えてないんで、もうすぐこれを出た瞬間に買って合わせて、これ45ミリ出てるんですよね。45ミリでアーチもちょっと上がっててみたいな、7度ぐらい起きてて、7度起きてて、さらにここが出てて、ここにもこういう風にキットはついてるんですけど、イベントとかそういう外装こだわって作ってる人っていうのは、やっぱ純正バンパーだったりところにフェンダーが出てるところのラインをきっちり作ってあげるっていうのがやっぱ美学があってかっこいいんですけど、もうあえて自分はつけないようにしてますね。なんでつけないかっていうと、ドリシャっぽいっていうのもあるんですけど、もうここから見えるこのタイヤが大事で、こちらからの
まあ分かる人は分かるんですけど、この三角ラインっていうんですけど、三角ラインがやっぱかっこよさというか、キャンバーがついてるように見えるような錯覚になるんですよね。このラインがここまできっちり作ってもいいんですけど、このラインが見えることによってここの幅が出るとキャンバーがついてるように見える。要は7度しかついてないのに11度ついてた時とあんまり変わんないぐらいの迫力が出てるという、このキャンバーとこの出てる具合、そこが結構ミソかな。キャンバーを起こしてもかっこよく見えるっていうポイントだったりしますね。それは俺の中でもドリシャっぽくて、俺はこれで気に入ってるので、これでこのまんまでやってますね。自分の個人ステッカーだったりチームステッカーだったりっていう一人一人の大切なステッカーがもう切れてきちゃったりとかダメになっちゃったりみたいな心配をするんですけど、それが結構いいんですよね。ここにいてなおかつちゃんと沈ませる、足動かせるプラスでも全部が全部強くするとなると逃げがなくなる。今年のドリドリで何月目指して車を仕上げて出そうみたいないう感じでは俺はやってないんですよね。どれどれにために車を作ったみたいな観点じゃないっていうところが結構大事かなって